こんにちは、ビエンです。今回の動画は沖縄ドライブ旅でございます。沖縄本島にこんなところがあったとは。看板のない細すぎる道、冬に咲く桜、動物事故多発地域に潜入、まるで異世界、神秘的すぎる穴場スポット、遠くからでも見える巨大すぎる展望台、ありえない安さ120円の絶品グルメ、世界の果てのような絶景スポット、やんばるクイナがデッドリフト、恐竜が出てきそうな場所に古代の植物を発見、まさかの500円リアル相席食堂、そしてこの道の先に一体何が。本日は沖縄本島の北部をドライブ旅で巡ります。ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。チャンネル登録や高評価で応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そのワンタップが励みになるんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。ピエンです。私は今沖縄県名護市に来ております。2泊3日の沖縄本島ドライブ旅、本日は2日目でございます。で今回名護市のホテルを拠点に、観光してるんですけど、今日は人生初沖縄本島の最北端エリアに向かいます。半時計回りにこの、やんばるエリアをね観光していこうと思います。朝はこの東側から行って、で最北端行って、で西側から帰ってくるっていう。ということで出発しました。いや、名護市出発っていうのがめっちゃ新鮮。今までは沖縄旅行3回行ったことあるんですけど、毎回国際通りのホテル泊まってたんですよ。なので朝の出発が渋滞スタートみたいなね感じだったんですけど、今回名護市スタートなのと最北端エリアを回るので、今日は渋滞とはもう縁のないのんびりドライブな一日になるんじゃないですかね。昨日はね、那覇空港からレンタカー借りて北上しながらね、うるま市寄ったり沖縄市寄ったりアメリカンビレッジ寄ったりとかしてきたんですけど、基本全部渋滞というかね、すごい交通量だったんですけど、この辺はどうでしょうか。沖縄旅行で朝6時に起きる人ほぼいない説あるよね。基本夜中まで遊んで、で、10時ぐらいまで寝てみたいな、リゾートエリアってそういうイメージがあるけど、いきなり最北端エリア行くと、ちょっとね運転しんどいというかね、途中にもね、観光スポットがいっぱいあるんですよ。なのでちょいちょい進みながら寄り道観光してって感じですかね。でぐるっと回ると濃厚な一日になりそうな気はします。そして本日観光する最北端エリアは国頭村というそうです。国に頭に村って書いて国頭村と読むそうです。人生初めてのエリアなんで、どんな感じか全くわからないんですけど、Google マップの写真見た感じだと、沖縄らしさの残るエリアっていうんですかね、ありのままの自然が残されたエリアなのかなっていう、離島っぽさを味わえるのかなっていう。今名護市から北に向かって進んでるんですけど、意外と交通量あるっすね。まだどの辺まで混むのかな。これバス停このキノコで、これは58号で、この信号を左に曲がっていくと今帰仁で、あれか郡島とかあるエリアですかね。繋がってんのかな、こっち左行くと。この58号をずっとまっすぐ進むだけだったら、最北端までは43キロなんで、わりかしすぐ着きます。最短距離だったらここをまっすぐ行くだけ。ただ今日は、朝から夜っていうか夕方までがっつり観光したいので、もうちょっと行ったところから東にそれて、反時計回りにぐるって行って、で最終ゴールを最北端にして、で戻ってくるって感じですかね。お、すごい朝日。いやー、太陽が見えてよかったわ。いやこれほんとね、3日間連続で雨だったらどうしようかなと思ったんですけど、とりあえず朝日を見ることができました。やっぱ朝日見るとテンション上がるわ。よかったー。で左はもう海、すぐそこは海になってますね。これか。これを左に行くと9キロで郡島だそうです。で美ら海水族館とか行く人は、もうちょっと手前か、もうちょっと南のエリアで西に曲がる感じですかね。すごっ、海沿いに出ましたね。沖縄本島でさ、こういう道あったんだね。すごい、ちょっと離島感が出てきましたね。お、すごい虹じゃない？あれ左にあんの。本当だ。あんな虹はすごくない？結構 CG みたいな虹があるわ。おー、こんな場所あったんだね。やっぱりね、行ったことないエリアをねドライブする方がやっぱ楽しいね。で本日最初のチェックポイントまではあと5キロでございます。
でこの北部エリアにも道の駅がいくつかあるので、道の駅と観光スポットを、ちょいちょいこう転々としながら最北端に向かいます。いやーでもいいね、この奄美大島をドライブしてる時思い出すわ、このデカめの離島を走ってる感覚ね。雰囲気がいいね。おー、やっぱビーチが綺麗だね。看板出てきました。道の駅大宜味あと 1.3 キロ。わあすごい、海水が飛んできた。国頭村鹿出没あり走行注意。鹿出るんだね。あ、これが道の駅。ファミリーマートの隣にあります。道の駅大宜味で、ここも朝9時からで、今は朝の7時50分なのでさすがに営業はしてないんですけど、ここもいろいろ惣菜とかね売ってるらしいですね。記念撮影だけしておきますかね。綺麗な道の駅だね。広い。すごい。ここはもうすぐ海になってますね。あっちは眺めのいい道の駅です。やっぱこういうエリアをドライブする方がちょっと楽しいわ、やっぱ都会より。到着。道の駅大宜味到着。看板がでかすぎて入んないかもしれない。朝9時からなんでちょっと中はあんまやってないんですけど、休憩のチェックポイントとしてはいいかもしれないですね。でこっちはもう海になってます。でここは、沖縄の北部の、西側の海沿いに面してますね。58号沿いかな、国道58号沿いにあります。でここからまた東の方に行くとまた道の駅があるんですよ。次の道の駅着く頃には9時くらいかな。そしたら惣菜とかも売ってると思うので行きましょう。やっぱこういうなんか離島感あるエリアドライブする方が楽しいですね。まだ観光はしてないですけど、すでにいい感じの雰囲気が漂っております。で次の目的地は、道の駅サンライズ東でございます。ここから10分なんで、すぐ着くそうですね。9号を進んでいきます。道の雰囲気もだいぶ変わってきました。ちょっとなんか山道を進んでいく感じですかね。うねうねした山道を通り過ぎてからの東側に出る感じですかね。でも那覇とか沖縄市うるま市、あっちのエリアとはまた全然違うね。こっちは結構山って感じですね。ただ交通量は意外とある。軽トラがちょっと走ってるぐらいかなと思ったんですけど、意外と車が多い。でも嬉しいことに晴れてきた。この眩しさが嬉しいわ。沖縄の大自然が広がっております。いやこの美しい自然をね守っていきたいですね。すごい、すすきがでかい。そして、今度東側にやってきましたね。道の駅サンライズ東はすぐそこだそうです。いいですね。沖縄感出てきました。めっちゃすぐ着いたね。ただ早く着きすぎてさすがにやってないよね。朝9時からだと思うんですけど、まだ8時14分。とりあえず記念撮影だけしますかね。だいぶ今北の方にいます。今ここに来ましたね。でこの辺のエリアとはやっぱ全然違いますね。こっちの方がやっぱこの自然が残されてるんで、奄美大島とか好きな人は、このやんばるエリアのドライブ旅とかめっちゃ楽しいと思います。日本一のパイン。パイナップルの出荷量が日本一ってことなんかな。よいしょ、晴れてきましたね。続いて早く着きすぎて道の駅までやってないので、近くに珍しい植物のビュースポットがあるので、そこを観光してまた道の駅戻ります。すごい、川めっちゃ綺麗。すごい。ちょっと一旦休憩。寄り道。なんかめっちゃ緑。すごい川の色。すごいね。いや空もちょっと晴れてきていい感じですわ。もうちょっとで到着かな。結構普通に進んでるけど、対向車来たらちょっときついかもしれん。だいぶ秘境感出てきたね。到着。ここか。でっか。急に植物でかい。先島周防の木は青桐科に属し、亜熱帯から熱帯にかけて生えている木で板のような、根を作ることで有名です。西表島の観光の時に見たやつですね。すごい、もうジュラシックパークみたいな雰囲気だわ。大自然が広がっております。でこれあれじゃない？これってなんだっけ？何億年前とかからずっとあるやつだっけ？なんかめっちゃ珍しいやつなんですよ。なんか古代の植物、確かなんだっけ、名前忘れちゃったんですけど、このくるくる巻いてるのがこれすごいよね。これ
なんか恐竜が出てきそうな雰囲気です。ここにあるサキシマスオオノキは高さ18メートル。沖縄本島では最も発達しているそうですね。あ、これ？あ、すごい。駐車場から徒歩10秒ぐらいで来れちゃう。で、これが根っこらしいです。独特ですよね。でも木の根っこがさ、なんでこんな風に発達したんだろうね。すごい。天然記念物のためね、そこに降りて記念撮影とかは、できないって感じですかね。このデッキから降りないでくださいって書いてます。やっぱ何回見てもすごいね。で、ここには滝があります。ちょっとした滝。なんだっけな、なんかあるんですよ。こう、普通の木の根っこと違う理由が。なんだっけな、なんか忘れちゃったわ。ということで、サキシマスオオノキでした。そしてまた道の駅まで戻ってきました。すごい、パイナップル。パイナップル。パイン果汁 100% フローズンジュース。パインカステラ、うまそうだね。ということで9時になりました。あ、もうパイナップル単体も売ってるよ。気になったのでこちらのバターサンドとパインフローズンを購入しました。南東という珍しいお菓子も売っていました。イエーイ、フローズンパインジュース、フローズンパインゲッチュ。うまい。この酸味がちょうどいいね。よかった、天気予報を覆したぜ。あれとか今なんか降ってね、なんか降ってきたぞ。そしてパインジュースとパインバタークッキーサンド。冷凍のまま食べちゃう人が多いらしいんですけど、2、30分くらい解凍してから食べた方が程よく溶けて美味しいらしいです。次の目的地着いたら辺で食べたらちょうどいいんですかね。ということで出発します。そして次の目的地までは9キロでございます。いいね。でもこの10キロ前後でちょいちょい進みながら観光できるんで、この辺のエリアいいですね。ここのめっちゃ綺麗。この辺は駐車スペースはないかな。ここにもなんか長いビーチがあってめちゃくちゃ眺めがいいです。このやんばるエリアというか国頭村エリアまで来るとこう自然が残されてて、でも道は運転しやすいっていう、ドライブ旅にもおすすめですね。離島が好きな人とか自然が好きな人にはおすすめのエリアだと思います。かといって何もないわけでもないんですよね。ちらほら建物とか、売店飲食店とかもあります。で、天気に関しては、1月2月は雨だと思った方がいいとは思うんですけど、今日はちょっと晴れましたね。天気はね、降ったり止んだりみたいな感じだと思います。飛行機だとね、セールの時に買ったりとか、安い時期に買うから、だいたい 2,3 ヶ月前にね買うと思うんで、天気に関しては運ゲーですよね。天気に関しては、雨でも楽しめる場所を1日 1,2 箇所はスケジュール入れておくといいのかもしれないですね。そして目的地まであと500メートルでございます。この辺まで来るともう全然車は通ってないですね。あ、これが駐車場じゃない？この辺にね、なんか展望台があるらしいんですよ。よいしょ。展望台なんですかね。でも何も見えなそうだけどね。なんかあんま見えないですね。もうちょっと橋の方から見た方が綺麗なのかな。こっちの方が、海が近いのでこっちで見てみますかね。どうなってんのこれ。全ての方向にさブロックがあってさ、すごい作りだね。おお、あ、すごい。こっからの方が迫力がありますね。すごい景色だ。で、あれがダム。日が昇ってきて日差しはね、あったかいんですけど風が冷たいね。1月って考えるとめっちゃあったかいです。めっちゃあったかいですけど、沖縄って考えると寒いかもしれないですね今日は。半袖にセーターで、ちょっと寒いくらいですね。だからダウンがあっても全然悪くはないくらいです。そして次の目的地に到着しました。こちらのお店でコスパ最強グルメとの出会いがありました。いやー、だいぶ北の方まで来たね。でもこの辺だよね。本当は真ん中ら辺まで来てるはず。やんばるの生き物たち。やんばるクイナとか出るかな。ミルクとか。そしてこの近くに展望台があるらしいので、
そっちに行って景色を見ながら、さっき買ったジューシーとそばを食べようと思います。そば120円でジューシーが230円でコーヒーが100円でめっちゃ安い。まあ安けりゃいいってわけじゃないけど、やっぱ100円とかだと、買っちゃうっすよね。すごい急にちょっと卑怯感が出てきましたね。やっぱ野生動物に注意とかの看板もちらほらあったんで、ヤンバルクイナとかが出てくるのかな、もしかして。おや？これさ、いけないんかーい。展望台諦めでございます。まさかのいけませんでした。まさかの工事か。木曜日だとそういうことがあるよね。ということで休憩がてらいただきます。また道の駅戻ってきてここで食べます。でこのジューシーがなんと230円です。さらに驚きなのがこのそばがなんと120円。いただきます。うまっ。これ出汁もうまいね。いやこれで120円はめっちゃいいね。こういうなんかちょっとずついろんなもの食べたい。いろんな場所で一箇所で腹いっぱいになっちゃうのってやっぱ観光してる側からするとちょっと、観光客がよく来る飲食店の人は食べ歩き系とかテイクアウト系をメニュー増やすと売り上げが上がるかもしれません。これ2、300円でちょっとずついろんなもの食えるっていう感じにした方がいいかもしれん。続いてジューシー。口コミでもね、ここのジューシーうまいって書いてあってちょっと気になってね買いましたが、うまっ。やっぱ沖縄に来たらジューシーは毎日食べた方がいいね。いやジューシーってなんだろうね。なんかマジでコスパいい。安くてうまい。本当に見た目はただのおにぎりなんですけど、ここでしか食べることのできない風味がある。2個で230円なんでね、1個あたり115円って考えたらだいぶコスパいい。店によってやっぱ味違うね。チャーハンっぽさがあるね。これはマジうまい。からの先ほどサンライズ東で買ったパインバタークッキーサンド、ちょうど溶けてきていい感じじゃないですかね。これうまい。なんかパイナップルの風味がちょうどいいね。あんまり強くない。これ甘さと酸っぱさのバランスがめっちゃいい。そしてどんどん北上していって次のスポットに向かっております。工事車両が多いですね。うおー、びっくりした。電柱でっか。そしてついに国頭村に入りました。人生初国頭村ドライブしております。いやマジで天気恵まれた。よかった。よいしょ。ちょっと目的地の手前に道の駅発見しまして、ちょっと休憩します。道の駅やんばるパイナップルの丘アハ。良さそう。だいぶ暖かくなってきたね。日昇ってきて。やんばるパイナップルの丘アハ、最近できたのかね。結構新しい。これ上あれじゃない？展望台になってんじゃない？これあれじゃない？無謀じゃない？やんばるパイナップルの丘アハは結構広いですね。今この看板があるのがこれで駐車場でしょ。でさっき見てたお土産屋さんとカフェがあって、こっちはなんか有料コース、有料のなんか観察棟とかコワーキングスペースとかあって、でこの上に展望台、せっかくなんでね展望台見とこう。5時10時は閉まってる。おお、結構登るね。だいたい3回分ぐらい登ったかな。すごい。なんか沖縄本島にいるって感覚じゃないね。なんか離島、石垣島とか奄美大島とか離島に来てる気分になりますね。沖縄本島にもまだまだね大自然が残っております。しかもね団体客とかねもう全然いないんで、人がいないからめっちゃいいね。のんびり観光できます。相方はなんか寒いらしいですね。ダウン着てます。朝はちょっと寒かったけどこの時間昼はちょっと暑いね。黒糖ミルクコーヒーゲット。めっちゃ甘いねこれ。でこっから最北端までの道は結構ねヤンバルクイナ飛び出し注意の看板があって、安全運転で向かいます。なんか道の駅であったさ野生動物のさ交通事故のさ注意喚起の動画だとさ、引かれちゃったヤンバルクイナとか普通に映像に出てきて、ああいうのを見るとちょっと気をつけようとなるよね。何に注意って書いてあったっけ？
ヤンバルクイナとあとイノシシ、ケナガネズミっていうめっちゃ珍しいでかいねネズミがいるんですけど、夜行性だから多分夜中じゃないと見ないと思うんですけど、去年の7月に奄美大島旅行したんですけど、その時のナイトツアーでケナガネズミ撮影することに成功してるんでね、よかったら奄美大島の動画もご覧ください。阿波小学校、国頭村立阿波小学校、すごいやっぱ独特な雰囲気だね。やってる？これもさ、ここでしか見れないレアな自動販売機、国頭村。ラインナップはあれですけど、着々と最北端エリアに近づいております。この辺まで来ると結構ね、植物の雰囲気も若干変わってきましたね。この辺は車通り今んところゼロでございます。やっぱ動物注意の看板もちらほらありますね。飛び出してくるかな。でもこの前ね、九州で普通に大通り沿いに鹿がいたんでね。そしてちょっと道それたとこ曲がって、なんか展望台、ダムの展望台があるらしいんですよ。さっきはダム立ち入り禁止だったんで、なんか休業中っていうかさ、入れなかったんですけど、あった、噴川ダム。おー、急に現れたね。急に駐車場現れました。なんかバスの駐車場もあるんで、なんか団体ツアーとかだと立ち寄る場所なのかな。展望台到着しました。噴川ダムって書いてある。あれは花壇になってんだ。あれ花か。なかなか珍しい景色ではあります。なんか立ってるよ。あれヤンバル？やばい、ついにヤンバルクイナに遭遇かと思ったら、首の動きめっちゃ速いハトだったわ。そしてこの何かが出てきそうなこの道は県道2号だそうです。うわ、出てきそうだね。まさかのスコール。これはこういう雰囲気の方が離島感があっていいけど、ただ雨がえぐい。止むかなこれ。なんか思ったより、さっきも一瞬パラパラ降って、でもすぐ晴れたんですけど、止んでくれ。思ったより道広いですね。ちゃんと車線分かれてて、道も広くて非常に運転はしやすいです。ただもうこの道の脇っていうか、ちょっと奥の方見るともうジャングルっすね。これ右入ってくんだ。これ入ってくと灯台があって、そこの景色がいいと。これ行ける？これは対向車来たら無理だ。対向車はぜひ来ないでいただきたい道でございます。すごいね。いきなり変わったね雰囲気。これ車で行けるかな。これ大丈夫だよね。なんか思ったより狭いね。さすがに誰もいないでしょう。でも来たら困るんだこれ。おー、灯台見えてきました。いやでもこれ対向車来たら結構積みだね。ということでやってきました。結構登ってきましたね。あそこのあれが安田ビーチっていうのかな。めっちゃ綺麗、素晴らしい景色でございます。穴場感あふれる景色だ。一応あれか、一応このなんか駐車場的な雰囲気になってるんで、車通行禁止ではないっぽいですね。ただ道がめっちゃ狭いんで。ここが展望台ってこと。すごい、なんか島がある。何あれ、すごー。これはなんかすごい穴場感あふれる景色だ。こんなところにちっちゃい島があります。すごい景色で、これがビーチですね。やばい、スコール、雨降ってきた。やばい。でこれが灯台です。登れる灯台ではないので、なんて読むんだろうこれ。で道はご覧の通り激狭。車1台ギリ行けるかなっていう。ソリオで1台余裕かなくらいなので、対向車は無理ですね。すれ違うのはきつい。すごい、なんか土の色もさ独特だね。めっちゃ赤いね。なんか土が赤茶。でも看板とかも特にないので、穴場感あふれる場所でしたね。ヤンバルクイナは今んとこ全く遭遇してません。なかなかマニアックな道に出たね。また道の雰囲気が全然変わったね。やっぱこの植物がすごい。この右のさ、この古代の植物めっちゃある。すごくない？ここだけなんかさ、もう恐竜が出てきそうな雰囲気あるわ。だいぶ北端エリアまで来たんじゃないですかね。沖縄本島があって、北を上にした時のだいぶ右上のエリアまでやってきました。
この辺まで来るとヤンバルクイナの動物注意の看板ってよりかは、クイナが引かれていたらここに連絡してくださいみたいな、なんか標識がちょっと変わりましたね。表示なんか文章付きの看板がちらほらあります。おー、あ、見えてきた。あそこかな。ここも駐車場だわ。これかな。ありましたね。多分あれだ。橋の奥に駐車スペース、駐車場が何台か分あって、で橋渡るとこうやってあります、階段が。でこの階段を降りていくと絶景ビーチ。すごい、犬の散歩してる人いるわ。なんか知る人ぞ知るスポットなんじゃないですか、ここは。すごいね。なんか石垣島とかそういうさ、離島に来た感があるわ。なんかまた独特な景色だ。でここのビーチの作りもすごい独特。すげえ。いやー、いいですね。島に来たって感じがしますね。すごい独特な形。ちょうどすぐ雨もやんだからよかったわ。めっちゃ秘境だったね、さっきの場所。いや、最北端の雰囲気楽しみだね。でゴールの地点はもうちょっと西の方なんですよね。多分西と東で景色がね結構違うと思うんでね。でもこの感じだともう北端エリアまでずっと道は運転しやすそうですね。国頭村のこの東側の海沿いの県道70号、ここが事故多発エリアらしいですけど、今んとこ全くいないね。それかこの寒い時期はあんまいないのかな。だいぶ進んできました。ここが国道58号の起点だそうです。国道のさ起点に来るってなんか初めてだわ。すごいね。すごい。この那覇市から鹿児島市まで 850km までらしいです。58号ルート 58.0.0。でも意外とこの辺なんかあれだね、なんかマングローブ林みたいにはなってないんだね。すごい。この青というか緑というか独特な色でございます。70号の起点でもある。ここになんか奥やんばるの里っていう観光スポットかな、場所がありまして、でその奥やんばるの里の食堂も人気らしいんですけど、その近くになんかもっと口コミのいいお店があって、そっち気になったので向かいます。ただ木曜日、一応水曜定休らしいんですけど、やってるかな。案内を終了します。これお店？ここまでの所要時間。全然わかんないわ、駐車場とか場所が。こうやって見るとすごいですよね。いざ入店。さつき丸の店内は大きな一つのテーブルを椅子が囲む作りになっております。これぞリアル相席食堂でございます。椅子はこの字型なので2人組が3組座ったらもうきついかなという感じでしたね。ただお店の外にも席はありました。主食メニューは沖縄そばが一択なのと、パッと注文してね、パッと食べてもうすぐ出るみたいな雰囲気があったんでね、回転率はめちゃくちゃ早そうでしたね。ちなみに沖縄そばは700円で、天ぷら盛り合わせは500円でございます。しかもこのボリュームで500円なんでね、コスパ最強です。支払いは現金のみでした。気になるお味はしっかりと美味しかったです。やっぱね、出汁美味しいのと、麺もね、美味しかったです。麺はさっき食べたね、120円のところの麺と、あと昨日食べたところの麺とまた違うんですよね。やっぱエリアとかね、お店によって麺が違うんでね、その違いとかもね、楽しめました。天ぷらはね、こんな感じでハイビスカスの天ぷらとかね、あともずくとかね、魚の天ぷらがいろいろあってね、今まで食べたことのない風味を味わうことができました。個人的にはもずくがね、もちもちしていて美味しかったです。ごちそうさまです。ということで美味しかったですね。さつき丸ちょうどいい量だった。天ぷらがさ、あんなに大量に盛り付けられて500円っていうのがびっくりですね。ソースと塩があったけど、普通に全部塩でいいなっていう美味しさだったね。この辺には、他には奥やんばる食堂っていうお店もあるそうです。すごい。これ桜？寒桜？すごい、めっちゃピンク。これは寒緋桜といい、1月下旬から2月中旬が見頃だそうです。
今は1月22日なのでまだちょっと早かったですね。あ、すごい。なんかどんどんさ看板が、あ、ケナガネズミだ。動物注意、飛び出し注意の看板が、さっきねカメ注意って看板もあって、で今ケナガネズミでまたヤンバルクイナで、でもカメも出るんだね。多分この両サイドにある緑色のネットは動物が飛び出してこないように、保護シート的な感じでこうネットが張ってあるんですかね。でですね、この辺を右に曲がると珍しいデザインの展望台があるそうなので、そちらに向かいます。ここかな。意外と狭いね。思ったより道が狭いです。住宅街を抜けてったところに展望台があるんですかね。結構狭いね。あれこれ合ってる道？やばい、結構狭いおお、ただもう去年は数々の狭い道を運転してきてるんで、あとなんとなくね、もうなんとなく対向車来ないなっていうのは分かるんだよな。あれこれを右？ここか。なるほどね、ここが駐車場なんだ。でもナビだと道間違えるね。到着。この階段を登っていくと展望台だそうです。結構綺麗になってますね。整備されております。道はちょっとこの岩というか凸凹ですが、そしてついに見えてきました。めっちゃでかい。到着しました。ヤンバルクイナ展望台。でか。しかも後ろこれケツ？これケツか。でかすぎてさ、結構離れないと見えなくない？見てください、この足。この足だけマジでジュラシックパークに出てくるいっちゃんでかい恐竜レベルのサイズ。想像のさ10倍くらいでかかった。でかすぎてちょっと入んないわカメラに。足でかーってこうやって記念撮影したかったんですけども、足しか入んない。そして展望台がこちら。おー、いいですね。ここの方が最北端、本日の最終ゴールが多分あそこですよね。最北端のヘド岬。こっちの方がなんか位置的に多分高い場所にあるっすね。こっからも素晴らしい景色を見ることができます。この最北端エリア来るんだったらこっちもねやっぱ寄った方がいいですね。いやー雨やんでよかったわ。さっきねスコールが降ってきて、うわ終わったと思ったんですけど、やばい、この日に照らされたヤンバルクイナでかっ。映画のワンシーンみたいなサイズ感です。人いますね。チャリ乗ってる人いる？画質の悪さも相まって ET みたいでした。こっちも迫力満点です。すごい大自然。ここだけ見るとやばいね。マジでジュラシックパークの映画のワンシーンみたい。すごい、なんか団地みたい。子供の時友達ん家行く時思い出したわ。なんかこういう感じなんだ。上は開けてないんだ。すごい作りになっております。雨でものんびり見れますね。さっきはこのさビーチの部分見えなかったからさ。すごー。車で入っていいかどうか分かんなくて、ここに止めて歩いてきちゃう人もいるんだ。でも確かに一瞬ためらうね。道は細すぎて。最終目的地が近づいてくるにつれて天気も良くなってきましたよ。これが晴れ男パワーの力です。数々の観光地で大雨の日を食らったその分のパワーが今発揮されたね。でもめっちゃ景色。すごい。車の温度計だと今13度ですね。13度なんで、沖縄にしては寒い方かな。風が冷たいので、ダウンジャケットあった方が無難かなとは思います。江戸岬到着しました。やっぱ混んでますね。最北端はやっぱ混むね。でここはカフェと観光案内所といろいろあるんですよ。で私みたいにコーヒーばっか飲んでトイレ近い人も安心です。トイレがあります。大きめのトイレが。いやー来た。ついに到着。こっから歩いて、5分ぐらいですかね。西海岸ルートと東海岸ルートで、今日は朝から、この東ですね。一気に東にバーって来てから北上していって、今この最北端エリアに来てるんで、東海岸ルートでこうやって来たって感じです。で帰りは西海岸ルートでこうやって南下していって、名護市にあるホテルに戻りますっていう、反時計回りルートで観光してるって感じですね。
辺戸岬は沖縄本島の最北端にあり、始まりの場所であるとされています。すごい、あっという間に到着ですね。ちゃんと整備されていて非常に歩きやすい。ただ雨というか、これ海水、風強すぎて海水が流れて飛んできてるのか。これ360度はこんな感じでございます。お、すごいね。いや、風やばい。波しぶきがここまで飛んできます。これは沖縄の復刻闘争の歴史を語る象徴として1976年4月に辺戸岬に建てられたそうです。しかし読んでいくと、この日は復帰の喜びを表明するためにあるのでもなく、ましてや勝利を記念するためにあるのでもないという文章もありました。気になる方はぜひ調べてみてください。やばい、ここ帽子吹っ飛びそうだわ。すげえ、やばいやばい、ここめっちゃやばい。ここほら、すごいこの波。おお、いやー、やってきましたね。運転もしやすいし、人もそんなにいないから歩きやすいし、一人旅でもいいですね。このやんばるエリア、国頭村エリアは一人旅にもいいと思います。もう沖縄のね、那覇から沖縄市、古宇利島、あの辺のエリアはもう観光客でね、混みすぎちゃって、のんびりする場所はあんまりもうなくなっちゃったんでね、ここまで来ればそんなに人いないです。なんかいる。いや、いいね、この天国感がある道。ジャパントレイル、日本トレイル、沖縄から北海道までをつないだ全長約1万 km の日本最長のロングトレイルです。へえ、なんだろうこれ、鳥を発見しました。これは、与論島国頭友好の絆。あれ、なんか沖縄最北端の日みたいなのなかったっけな。なんかそういうのがあったような気がしたんですけど、すごい、ここはなんか柵がなくなってるんで、なんだろうこれは自己責任ゾーン。おー、すごい。いやー、アイランド感あふれてるわ。やんばる国立公園辺戸岬。おー、ここもすごいね。銅像なんかあるんだよね。ここになんか祀られています。からのここの景色がすごい絶景でございます。そしてついに発見しました。沖縄島最北端の地、辺戸岬。これは何なんだろうね。こっちも展望台。おー、すごいね、断崖の迫力が。さっき景色見てたやんばるクイナ展望台がありました。存在感やばいね。でかいね。ちょっと待って顔怖い。こんな目してたんだ。でかっ。人歩いてない？人と比べるとサイズ感やばいね。でこの人が歩いてるビーチよりももっと奥にある展望台なのにめっちゃでかい。風が冷たすぎてちょっと冷えてきたんでね、2階にあるカフェでコーヒーを購入します。ゲッチホットラテとアップルバナナシェイク。10時から5時まで。沖縄本島最北端のカフェ。ありがとう辺戸岬。このタイミングで雨が降ってきてしまいました。いやほんとね、いいタイミングで観光できたね。東海岸ルートで北上してきて、今最北端の辺戸岬に来ました。で帰りは西海岸沿いで南下していって名護市街に戻ります。で西海岸沿いにも良さそうなビュースポットとか海とかね、ビーチもあるんで、なんか良さそうな場所あれば寄り道ドライブって感じで戻っていきます。でここは道幅広くて車線分かれてますが30キロ制限なのでのんびり運転しましょう。クイナがね飛び出してきちゃうらしいんでね。こっから名護までで49キロなので那覇空港からだと100キロ以上ですね。なので朝一で例えば国際通り近くの那覇市のホテル泊まって朝一でこっちまで来るってなってくると渋滞巻き込まれたら多分3時間4時間かかっちゃうだろうからね。まず那覇から名護市街まで来る道がめっちゃ混むんで、そこまでが多分大変なんですよね。で名護からここまでも1時間半くらいかかるんじゃないかな。
なのでやんばるエリアを観光したい方は名護とかね、国頭村エリアで泊まってもいいと思います。全然、定番スポットとかテーマパーク系とかそういう方が好きですって人は、沖縄、那覇に泊まって、沖縄ワールドとか、人気の定番スポット回るのが、無難ですかね。雨天田トンネル通過します。このあれですね、西側はもうこの58号はずっとこう、海沿いというかザ海って感じの道ですね。山道とかはあんまりないのかな。もうずっとこの海沿いで南下していく感じですかね。そっか、あれか、こっち側はトンネルがあるからあれなのか、山道を通んなくていいんだ。そういえば東側はあれでしたね、トンネルなかったね全然。山道をうねうねと通ってましたね。そういえば帰り道を西側にしてよかったね。ずっとこの海沿いで。でも西と東でやっぱ全然景色違うね。帰りを西側にした方がもう日差しの向き的にも眠くならないかなっていう。ここは商店街、スナックチラさん。この辺はなんか村なんだっけ、なんか看板があったんですよね。めっちゃスナックとかあるわ。なんとか商店街。この辺なんか繁華街なんですかね。でもうちょっとまっすぐ行くと国頭村役場とかあるんで、市街地みたいな感じですかね、この辺が。鮮魚屋さんとかある。うまそう。酸素カプセルもあるわ。すごいね、何でもあるね。この辺のお店もなんかうまそうですね。なんかね、ビーチがあるらしいんですよね、この辺に。ただね、地図にないんですよ、道が。ナビだと道がないので、もう方角で噛んでいくしかない。多分ここかな。ぽい場所に着いたわ。めっちゃ綺麗。多分ここが駐車場なんですかね。すごい、ここもすごくないですか。穴場感あふれるビーチです。めっちゃ神秘的とか、青いビーチが青い。やばい、なんか犬のうんこがある。散歩コースでも人気なんかな。めっちゃ綺麗。すごっ。めっちゃ青い。すごいな、こんな青いんだね。これ結構穴場じゃない。青いね。すごい、肉眼で見た方が青いかも。なんか絵の具みたいな。すごい青いね。 iPhone でも青いし、メインカメラでも青い。うわー、これ波飛んできそう。なんか目がバクる。 CG みたい。すごくない？めっちゃ水色。続いてちょっと中間地点といいますか休憩で、道の駅ゆいゆい国頭にやってきました。結構でかいね。独特な建物です。お食事どころわーや。さすがに腹いっぱいすぎて食えないけどうまそう。ここもすごい。ヤンバルクイナがデッドリフトしてます。トレーニークイナ。そう、なんかさ、作りが独特でなんかいいね。沖縄感があっていいね。飲食店もこっち刺身店と食堂と何店舗かありましたね。沖縄本島最北端の地、国頭。物産館や飲食店の他に体験コーナーもありました。これは沖縄本島の形の足つぼマットでございます。めっちゃ痛かったです。こちらには十分杯の体験コーナーもありました。不思議なからくりの杯で、欲張って水を入れすぎると器の下に開いた穴から水が漏れて全部なくなってしまうという仕掛けになっているそうです。もっと入れるってこと？溢れてる。ほぼ満タンまで入れるとこうやって下から出ちゃうんだ。どういう作りなんだろう。これでも多分ヘビの大きさがやばい。すごい。こっちにはカフェとパーラー。うちやってないですね。サーターの時やってんじゃない？サーター屋。フードコートみたいな感じかな。サーターの時9個で300円は確かに安いね。帰り道眠くならないようにコーヒーゲッチュ。
そしてここなんかステージになってますね。なんかイベントがあるのかな。やっぱ何回見ても癖になるね。デッドリフトクイナ。まさかの虹。ということで一通り観光したかった場所は回れたので、名護市に向かって南下していきます。来た、ヤンバルクイナ。またメンソーレ。すごいヤンバルクイナ。そして今西側走ってて、5時なんですけど、雲がねなかなか分厚くて、サンセットどうですかね、夕日が見えるかはだいぶ怪しいです。七滝なんかちょうどね、途中の道をそれた場所に滝があるらしいので見てみます。滝は 200m 先、駐車場あります。めっちゃ細いね道。駐車場は、看板で駐車場あるってあるから、車止められる場所はあるんだろうけど細いね。対向車来たら結構きつい。おー、ここが駐車場ですかね。ということで七滝にやってきました。すごい、鳥居から滝が見えるっていうのがなんとも神秘的です。いやでもギリギリさ、日が暮れる前にこれ寄れてよかったわ。あ、すごい、こういう感じの遊歩道なんだ。おー、あ、結構上から滝になってますね。すごい独特な雰囲気です。こんなところがあったんですね。すごいね、この植物のサイズ感がすごい。めっちゃでかいこれ。確かにめっちゃまっすぐの木。長い。道が細すぎてちょっと危ないですね。よいしょ。あとナビだとね、道がないことになってるんで、この川沿いに辿ってくるしかない。始まりの場所に戻ってきました。ぐるーっと一周してきましたね。ということで旅の記念にくじ引きにチャレンジ。さあ結果は4等。飛行機を考えたら4等が一番ちょうどいいです。沖縄最高、ヤンバルクイナサーターアンダギー。そして名護市に入りました。残りね 7,8 キロってところでめっちゃ渋滞です。でも名護で、名護より北のエリアで、この渋滞なんで、明日怖いね。帰り飛行機の時間が割と早いんですよ明日。明日ね郡島とか行こうかなと思ってるんですけど、もう昼過ぎくらいに那覇向かわないとちょっとね渋滞の予測がむずいね。すごい、なんか祭りあんのかな。この商店街も良さそうですね。この通りもなんか飲食店、居酒屋とかがいっぱいあるのかな。飲み屋街、提灯がずらーっと並んでおります。いやー、名護市街を散歩するのも結構楽しそうでしたね。でこれ左入っていくと、はいはいはい、これがホテルの通りか。なるほどなるほど。ということで夜ご飯の時間になったので向かいます。ホテルから歩いて5分くらいの場所にあります。やばい、ちょっと思ったよりお腹減ってないから、ちょっと歩いて向かってお腹を少しでも減らしてから食べます。猫、ぬいぐるみみたいな猫がいる。ここは名護市グスク2丁目8。ここの3階か。今日の晩ご飯はこちらのお店でございます。メニューが豊富で海鮮系の口コミも結構良かったんでね、めっちゃ楽しみだったんですけど、昼過ぎに食べた天ぷら盛り合わせがまだ残ってて3品くらいにしておきます。沖縄料理もこんな感じでたくさんあります。店内はこんな感じでテーブル席とカウンター席があります。なかなかおしゃれな雰囲気です。お疲れ。でこれがお通し。お通しもおしゃれでございます。しかもちゃんと味も美味しい。クブ、カンパチ、島ダコ、マグロ、カジキになりますね。全然覚えられなかった。刺身の名前一瞬で忘れました。ということでいざ実食。全体的にしっかり美味しかったですね。なんか風味が良かったというか、臭みがないというかね、やっぱお刺身は最高です。これうまかったね。
これ美味しいよ、これ。赤町。マグロとかタコはね、普段あんま食べないんですけどね、いや、美味しかったっすね。ちょっとお腹膨れた状態で来たんですけどね、やっぱうまいものはね、あっという間になくなってしまいます。続いて相方がビビッときたらしく、ヘチマの味噌炒めを注文しました。確かにこの味噌の風味と豆腐とね、ヘチマの相性がね、なんか意外にいいというか、なんか美味しかったですね。あ、こういう風味もいいなと思いました。からのお寿司でございます。2人ともね、ちょっとお腹膨れてたんで、お寿司はこの盛り合わせ1個だけにして、じゃんけんでね、順番に食べるみたいな形にしたんですけど、結論ね、足んなかったっすね。やっぱね、うまいものは全然食べれちゃいますね。いや、2セットね、注文すればよかったです。いや、このシャリとね、タレっていうんですかね。この味付けがほんとね、絶妙でしたね。ただ今から追加で注文してもね、時間かかっちゃうんでね、後ほどね、スーパーで追加で何かを食べようと思います。うまそう。すぐなくなったね。ご当地スーパーみたいな感じだから、三栄。これいくらだったっけ？290円。300円しないくらいの。ちなみに夜食を食べながらね、雑談している様子をメンバーシップ限定動画で配信します。ということで明日最終日だ。もうちょっとだけファンタ飲んでから爆睡します。ということでおやすみなさい。ちなみに明日沖縄旅行3日目は人気スポットを巡ります。帰りの飛行機までグルメも観光も堪能できたので、ぜひ次の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。